こんにちは、まぼです。横浜生坂の住宅地を随分歩きましたけれども、あそこは、下末吉台地という、台地の上にですね、作られた、まさかの住宅地なんですが、その台地がですね、ずっと北の方に伸びてきて、多摩川のへり、そこまで来てるんですね。で、この高津区のあたりはですね、まだ、台地の上にこのような耕作地が残っています。今回は、この川崎市高津区にあります、めっちゃ強烈なですね、まさかの住宅地、谷地の住宅地と言った方がいいかな。そこへ行きたいと思います。浜坂の住宅地を歩く川崎編の第1弾です。昭和戦後期に川崎には第三の山の手と称された台地上の住宅地が多数開発されました。今回は高津区蟹ヶ谷という盆地のような斜面上住宅地を歩きます。ここはですね、視聴者の方から、蟹ヶ谷というすごい面白い、浜坂の住宅地がありますよ、谷地の住宅地がありますよというご紹介を受けましてね、かねてから来たいなと思ってたんですけども、今回やっと実現します。いつも谷底から高い方に向かって歩いていくんですけど、今回は丘の上から攻めます。ここは谷底に降りていく道です。すごい勾配ですよ。斜面に集合住宅がずっとびっしり立ってますけどもね、だんだんにこう低くなっていくわけですね。この辺が、3階建て、5階建て、7階建てみたいにね、上にも伸びるし、下にも伸びるということですね。車がアクセル吹かして登ってくるわけですけど、さあ、開けてきましたよ。はい。これが蟹ヶ谷です。何がすごいかってね、30メートル級の高低差の盆地みたいになってるんですけどね、その斜面上にとにかく集合住宅が埋め尽くしてるんですね、こういうふうに。赤いマンションも上の方で11階建てぐらいかな。で、斜面と一緒にだんだんに下っているという感じですね。ちょっとこの目抜き通りですね。この谷の底を走っている目抜き通りをもんと行ってみましょう。それから凱旋をぐるっと一周したいと思います。八神川です。ここがですね、蟹ヶ谷の谷の入り口になります。時計で言うと12時の位置ですね。真北の方向。そこから入っていきますので、時計回りに凱旋を歩いていこうと思います。紙に庭って書いて蟹庭って読むんですけど、これがね、蟹ヶ谷の語源になっていると、由来になっているという話もあります。せっかくなんでね、登りましょうかね。かなり険しいんですが、開けてますね。あっちに見えるのは武蔵小杉のタワマン群。かつては蟹ヶ谷の周りの凱旋っていうのはこういう緑地だったわけですね。今ではここしか残ってないのかな。竹林ですね。これはまた美しい。この平場が井田定石って書いてありますね。
城の跡だ。竹林の中行けるんだね。どうしようかな。一応この竹林を抜けて下に降りられるんだね。行きますかね、後でね。はい、丘の上ですね。丘の上は、例によって平らですからね。はい、中原支援学校。なんとかこの右手の谷の下に降りていきたいな。お、これいけるかな？いけるいける。はい、斜面上の住宅です。この辺は戸建て。向こうから見ると1階建て、2階建てですが、こっちから見ると3階建て、4階建てですね。はあ。そっか、この家なんかも、ね、ここまでは RC でできてるもんね。その先は木造かな。うわぁ、擁壁がすごい。擁壁っつうか、フリーフレームだね。うわぁ。崖屋建築ですね、これは。下から撮りますよ。そこね、3階建て、鉄筋コンクリート造3階建てがあって、4階建てか。その上に、ずーっとこう、そそり立ってるんだね。そうかそうか、竹林が多いんだな。これは、一緒に建ててんのか。戸建てじゃないね。うわぁ、すごい景色だね、これ。はい、谷底に降りてきました。時計で言うとまだね、1時半ぐらいかな。そうそう、面白いんだね。これ入り口にね、坂道の入り口にお地蔵さんが2体あるんだよね。ここに1つ。はい。そして、こちらにも1つと。2時の方向。いやー、すごいぞ、擁壁。見てくださいよ。あれ、すごい高さでしょ。行き止まり。すげえな、この擁壁。いや、上にここから登れると思ったんだけど、登れないそうです。こういう斜面の接し方も面白いね。でも怖いね、こののり面は。間のところは何だろう、川なのかね。すごいね、これは。擁壁基壇の戸建て住宅が並んでます。ここから入りましょう。すごいなぁ。いやー、横浜の保土ヶ谷が一番だと思ってたけど、
まだまだありますね。面白いところが。うい。こういうのも全部私有地なんだな。あれ、いけないかしら。じゃあいけるか。いきます。シーズクリエイト株式会社。左側は大規模集合住宅。右側は戸建て住宅は、なんだこれ。解体中。ちょうどこれは谷が入り込んでってるところだね。こういう感じで。そこが突き当たりだね。で、左手の集合住宅がずっと登ってんだけど、これは通りなんだね。うわこれは集合住宅の入り口に伸びている車路ですね。これ集合住宅の銃刀が尾根線のように、ひだのようにですね、谷に向かって下ってるんですよね。まさにカニの足のようですよ。東急バスのバス停がある。こっから日吉行きが出てるんだ。うわ。こうやって登るとね、平和なんだよな。そうだそうだ。シーズガーデン、日吉。日吉じゃないと思うけどね。おー。丘の上のおしゃれな住宅地。いいですね。街並みのような、ヨーロッパの街並みのような。代々のローマン瓦に、それぞれの家に門柱が共通したデザインで建てられてます。でも一軒一軒のデザインちょっと変えてますね。同じじゃない。こういうのってどうなんだろうな。門柱だとか、庭の作り方は共通してるんだけど、家屋のデザインは違いますね。洋風にはしてるけどね。このアイストップの家は目立ちますね。道はあるぞ。ここで終わりか。これが例のあれか。川みたいなやつか。何なんでしょうね。すごい擁壁の場所はここですね。ここをずっと降りてきて、で、白い、岬のようなのり面があったとか、ここ。で、そこからずっと歩いてきて、ここの谷ですね。この谷の北側を登ってきました。で、今、この丘の上の綺麗な住宅地を歩いて、今ここまで来ました。
谷ヶ谷ののぞみの丘公園。ああ、この辺も同じデザインコードですね。では、ここから、また谷に降りていきます。右手のグレーのマンションが、それこそ、尾根線のように、銃刀がね、どうでしょう、これ、東西かなに伸びていて、だんだんに傾斜に合わせてですね、降りてってるんですね。お寺がある。おお。浄土真宗東本願寺、千年寺。そうかそうか。谷筋の道っつうのはこのお寺に向かってんだな。失礼します。ここの場所が谷の一番どんつき。時計で言うと6時の位置ですね。6時の位置から今度は、午後の時間帯になりますよ。これ冒頭歩いた道が新しいんだと思うんだよね。こっちがもともとある道なんじゃないかな。うわぁ。このマンション。尾根のようにですね、銃刀を向けて段々になってる。はい、冒頭歩いた坂道のとこに来ました。もう一度これ降りましょう。西側の斜面の中腹の道を歩いています。畑がある。この家は農村時代からの地主さんですかね。はい、この赤い集合住宅のとこ来ました。お、向こうに行けねえじゃねえか、これ。どんつきか。なんだよ。ここが入り口だ。おい。おお。農地だ。そこの家の敷地ですね、これは。はあ。バス通りがね、丘の上にあるので、バス停が上にあって、そっちがメインの玄関で、こっちはサブエントランスでしょうね。駐車場から入る玄関なのかもしれない。ここで何階建てかな ?1、2、3、4、5、6、7、8階、9階、10階ぐらいかな。それが尾根のように伸びていて、だんだんと下がってると。ここのとこの作り方とかすごいよね。このグレーのマンションとその左のブラウンのマンションの間に、
なんかね、川のようなものがあって、そしてこのブラウンとまた左側の白いマンションとの間に川のようなものがあると。エレベーターとかどうなってんのかな。はい。赤いマンションの北側の道。あれか。あの集合住宅はですね、5、6階建ての低層部と、高いところも5、6階建て、トータル12階建て、14階建てみたいな感じになっていると。2段で作られています。なんじゃこれ。この階段は。おい。作んないでよ、こういう階段。本当にもう。登んなきゃいけなくなっちゃうんだよな。下が5階建てで、ここ6階建て。だから2棟建てになっていて、5階と6階の銃棟が並んでるという扱いですね。これ登ると赤い集合住宅の裏側に出ると思うんだよな。ほい。おー。登り切った。はい。だから、こっから見ると2階建てなんだよね。こっから見ると2階建て。丘の上登り切りました。なんだこれ。平和ですね。こちらが2段の、大きな2段の集合住宅。丘のてっぺんから見ると2階建てに見える。これ赤いマンションの丘の上側に来たんだけど、こっちから入れませんね。ってことは、さっき見た玄関がメインエントランスだ。さっき赤いマンションが丘の上から入れるなんて適当なこと言っちゃいましたけどね、入れません。だから、下から見上げた時のあの入り口がメインエントランスということになります。そうするとね、徒歩で行くには大変ですよ、このマンションは。一回坂を降りてそこから登んないといけないということですね。そっか、だからこのマンションもそうなんだな。上から入れなかったもんな。一回、バス停がね、丘の上にあるんで、そっから谷底に降りて、で再び登ってマンションに入るということですね。いやー、凄まじいですな。上から行けないんだ。あのマンションは上から行けましたね。はい。再び谷の入り口の戸建て住宅が建っているところに戻ってきました。それではね、最後、せっかくですからね、あの竹林の中歩いてみましょうか。ああ、綺麗だね。まさかの住宅地を歩く。今回はですね、神奈川県川崎市高津区の蟹ヶ谷の丘と谷を歩きました。いかがだったでしょうか。今までね、横浜市の保土ヶ谷あたりがナンバーワンだなんて言ってましたけれどもね。いやいや、川崎市の高津区も負けず劣らずの素晴らしいまさかの住宅地です。
それではまた次回、どっかの浜坂の住宅地でお会いしましょう。さようなら。